どうも皆さん、カイトです。今回は最近夢中に楽しめたインディーゲームを5本紹介します。前回に引き続いてのボリューム2ですね。クリアするまで夢中にぶっ通しで進めてしまい、エンドコンテンツを回収しながらも余すことなくプレイしたロックマンライクからタイムループ武士道、パズルにホラーに雰囲気ゲームと、一つでもインディーゲーム探しの参考になれば幸いです。では、早速やっていきましょう。1本目。バーチャルアンリミテッドプロジェクト。Steam でリリースされている作品となり、舞台はバーチャルの世界で無差別に攻撃する暴走隊と ESP を持つエスパーである相沢かなちゃんとの激しい戦闘が繰り広げられる 2D アクションです。早速ハードで 100% でクリアしたんですけど、すごく面白かったです。本作はロックマンゼロシリーズにインスパイアされてることなんですけど、ロックマン X シリーズ目線で紹介していきますね。主人公のかなちゃんは拠点を中心にして各地のバーチャル世界でボスであるエスパーを倒すために戦うステージ選択型の既視感たっぷりのゲームが売りで、ファーストステージからバリバリロックマン X のオマージュ全開でテンション上がります。最初からダッシュができる爽快なプレイングも手触り良くて、近接の刀でブンブン切っていきながらガンでのチャージショットを打つなどゴリゴリにこの手のゲームをしてるなーって感じ取られましたね。キャラの能力解放はボスを倒すことで得られるため、自分の ESP に差し替えることで攻撃スタイルに様々なバフ効果がつきます。ちなみに SP ゲージを貯めることで必殺技を出すことも可能なんで、それぞれのボスが使用していた技を放つことができますね。スキルも徐々に増えていき、爽快度がマシマシになるのも良きに良き。またショップで購入したり拾ったりできるプログラムを装備することで、かなちゃん自身の永続バフを構築する戦略性もあり面白い。難易度はノーマルとハードの2種類があるんですけど、最初からハードを選択することで決して難しくない絶妙なバランスを保っていました。クリアまでのプレイ時間は約5時間ほどで、データ 100% まで含めると9時間ぐらいでした。バーチャルの世界で暴走隊を討伐しよう。バーチャルアンリミテッドプロジェクトは Steam で好評配信中です。2本目。同心の花嫁。Steam でリリースされている作品で、主人公のミャオフェイが人里離れた街並みで同心の花嫁に選ばれてしまい、それに抗う中華風ホラー推理アドベンチャーです。早速エンディングまでクリアしたんですけど、結構面白かったです。横スクロールの 2D で展開されるゲームで、謎解き要素が強めのホラーと思ってもらって大丈夫です。フェイが忽然と洞窟内で目を覚ましたことから物語が始まり、暗闇の中のチェックマークを頼りに探索を進めていきます。ジャンプスケアは多少なりともあるんですけど、独特の中華感を感じながら奇妙な世界を足を踏み込んでいくのを楽しめます。日本語翻訳もしっかりしていて、数字や記号を照らし合わせての謎解きや物を当て込んでの祭壇突破、一点詰まりそうな場面でもちゃんとヒントが隠されているのが分かりやすかったっすね。 BGM も陰湿な雰囲気を醸し出しながら、フェイと住人の関係性、さらにはそれに伴う同心の花嫁の謎と、進めば進めるほどに紐解かれていくのをプレイしやすかったですね。ホラーというホラーは一枚絵で見せてくるタイプなんで、追っかけられることはないのでご安心を。クリアとしては約2時間ほどではいけて、マルチエンド方式なんでプラス1時間ほど見ておけば良いかなと。花嫁の本当の意味を一緒に探り出そう。同心の花嫁は Steam で好評配信中です。3本目。飴玉。Steam で早期リリースされている作品で、兄弟が仲良く暮らしていたが突然襲撃に遭い、妹を守るために亡くなってしまった主人公ユーシンが魂となり、他人の肉体に憑依しながら妹の救出を目指す 2D 憑依剣技アクションです。早速セルートのエンディングまでクリアしたんですけど、なかなか面白かったです。独自の魂を動かして憑依するというスタイルが特徴で、序盤はカエルといった生物に憑依できるのも面白い。江戸時代末期を描いた 2D ドットの世界で、妹を救うためにひたすら走り抜けるって感じなんですけど、現世にいられる日数が7日間という縛りがあって、その7日間でユイの痕跡をたどりながら近づいていきます。ですが7日間で救出できないと魂の灯火が尽きてしまい、1日目に戻りリスタートすることになります。そして新たに分岐ルートでの探査がスタートする感じっすね。憑依できる他人
人は一度戦闘をして勝利したことがあるものには憑依可能で、そこら辺にいるモブキャラでさえ憑依して戦うことができます。村人だろうが悪党だろうが主要人物だろうが憑依できてしまうので、一人一人の攻撃モーションが違うのも秀逸。一つ気になったところとしては、ゲームバランスに関してカウンターありきのパリーでは楽しいんですけど、相手の攻撃でダウンすると10中8九はめられるんで、もう少し緩和されるとプレイしやすくなるかもしれませんね。ちなみに爽快感はなくて、どっしりとした重圧なタイプのゲームです。ルート分岐の場所が分かりやすくなっており、次はどこに行けばいいかが表示されます。複数エンディングでの良い救出ルートまでの手がかりを増やしていく感じっすね。ボス戦はシビアなバトル展開が要求されるんで、中盤あたりまではありえないダメージ量くらい発狂するので注意が必要。クリアとしては約10時間ほどで、ルート全制覇ならさらに約3時間ほど見ておけば良いかなと。魂で憑依しながら最高の憑依体を見つけよう。飴玉は Steam で好評配信中です。4本目、セイバーレス、任天堂スイッチ、PS5、Steam でリリースされている作品で、主人公少年アンタロが救世主となるためにスマイル島から脱出を目指すパズルアクションアドベンチャーです。早速収集ページ 100% でクリアしたんですけど、めっちゃ面白かったです。手書きアートで繊細に描かれたディティールが特徴で、グリスのイメージがとても近いと思われるのが今作。ストーリーは語り手の3人が色々と教えてはくれるんですけど、いまいち救世主って何ぞや状態で進んでいくのがご愛嬌。ステージクリア型で進んでいくんで、ギミックをフラッシュアイデアで解いていき、たまに怪物の姿に救世主が変わった時にはバリバリのバトルアクションで敵を蹴散らしていくのも面白い。パズルとしてはよくある王道ものが中心ではあるんですけど、この手のゲーム特有の一発デスの緊張感も程よいバランスでした。各ステージにはページと呼ばれる収集アイテムがあるんで、全て集めてエンディングを迎えることをお勧めしますね。難易度としてはそれほど高くないものの、追いかけっこイベントでのギリギリ感はぜひ味わってほしい。クリアまでは収集ページを全回収で4時間ほどでした。救世主となって世界の話を完成させよう。セイバーレスは任天堂スイッチ、PS5、Steam で好評配信中です。5本目、テンパスバウンド。Steam でリリースされている作品で、荒廃した世界でプッシュベイビーとなり、一人寂しく謎を解きに行くアクションゲームです。早速収集アイテム取れるだけ取ってクリアしたんですけど、なかなか面白かったです。限定される色合いで構成したピクセルアートが特徴で、暗闇の洞窟からスタートして、ひたすら見にくいマップを感覚を頼りに進んでいきます。文字が一切出てこないアクションゲームなんで、パルクールのようにジャンプやつかみでのバランス、さらには見にくいながらも突破口が必ずある謎解きなど、完全なる雰囲気で遊べていけるのも新鮮でした。プッシュベイビーの目的が抽象的にしか描かれないんで、正直何をしているかはわからない部分は多いんですけど、洞窟内を隅々まで頭でマップを構築しながら行ったり、開けた場所に着いたと思ったらいきなり釣りができるイベントでの収集要素など、ちょっとした息抜きにでも一気にプレイできました。こういったプラットのゲームはなかなかないんで、開発者様の思惑がふんだんに盛り込まれているなと感じ取られました。クリアとしては収集要素含めて2時間ほどなのでサクッとプレイできます。暗闇の中で明かりを頼りに探索しよう。テンパスバウンドは Steam で好評配信中です。夢中に楽しめたインディーゲームを5本紹介しました。王道のロックマンライクで楽しみながらの憑依剣技アクションなど挑戦的な作品が日々リリースされるのがインディーゲームの強みの一択。5月6月と面白そうなゲームが山盛りなんで、この機会にぜひいろいろなインディーゲームをプレイしてハマってみてください。きっとわけわからないゲームでも当たりを引いた時の興奮が半端ないこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。